日目の夜です。内出血は朝とあんまり変わってないです。あります？この1ヶ月間の変化というか。ずっと細かったです。ずっと細かった。本当。脂肪吸引、豊胸メインで行っている森脇慎です。今回は23歳女性の二の腕脂肪吸引の1ヶ月までのダウンタイム経過をカウンセリング風景、マーキング風景、施術風景、そしてダウンタイム経過、1週間後経過、1ヶ月後経過まで毎日のダウンタイム経過とともに紹介していこうと思います。それでは早速カウンセリング風景から見ていきましょう。どの辺が気になります？そこがめっちゃ気になりますよね。ごめんなさいね。どれぐらい取りたいとかあります？もう全部取ってます。ちょっと一個ずつ見ましょうか。じゃあこうやっていただいて1つずつ説明します。こうやった時のこの若干下がってる感じあるじゃないですか。ここが振り袖のとこで普通の二の腕のとこ、ちょっと後で見てもらうんですけど、この後ろのところなんですけど、ここをできるだけこうキュッとする感じ、結構きれいにできると思うので、今何歳でしたっけ？23か。じゃあいいですね。タイミング出ないと思うので、この感じですね。で、下ろしてもらって、で、こうグーってやった時の一番気になるのはここですね。多分結構全体的な細身なんですけど、多分骨格的に若干ここが出やすいタイプだと思うので、無難にやっても全然まっすぐできるんですよ。がっつり取るとこうちょっと鋭角な感じもできるんですけど、がっつりやりましょうか。ちょっとね、がっつり取るとこのグッてやった時のこの筋肉のラインちょっとこうグッてやってもらっていいですか。なんとなくわかりますか？これがちょっと出る可能性はありますね。ただこうしないと出ないんで、普通にこうしている分には出ないので、そんなには気にならないかなと思いますよね。そこだけちょっと伝えてもらって、横から見た時のここ、今さっきのこの二の腕振り袖のところなんで、ここがっつりとる感じ、こう削る感じですね。一応二の腕、肩でここまで取れて、前までやると二の腕全周360度できる感じなんですけど、横から見た症例写真とかは全体撮ってるけど、全体撮るとこのラインできるんですよ。どこまでやりたいとかは決めてもらって、基本二の腕肩で大丈夫なんで、がっつり細くしたかったら前までやったら綺麗にはなりますね。料金とかで決めてもらったらいいかなと思いますね。ちょっと反対見ましょうか。こうね、ここをこうまっすぐする感じ。結構綺麗にできると思うので、グーってやった時のここが肩で、無難にやってもこの感じがっつりやって結構鋭角な感じができるので、がっつりやりましょうか。で、横から見た時のここね、ここが振り袖のところになるんで、ここを削る感じ。ここが二の腕、肩、こっち前なんで、こっちで気になったことあります？そんなに？一番別にOK です。なんで気になるところだけで全然大丈夫なんで、二の腕肩で基本やったらいいと思うんで、がっつり細くしたかったらこのラインができるんで、がっつり細くしたければ全身やってもいいかなと思います。傷跡なんですけど、こことここ、前までやるとここまですくんですけど、ここ結構綺麗になるんですね。こっちがちょっと長いかもしれない。そうですね。イメージ大丈夫ですか？あと一応多分やらなくて大丈夫なんですけど、こっちもやってもらって、一緒にやることが多いのはこことここ、ちょっとそういう感じ、前をやってもらって、多分ここはもうやらなくていい。グーってやって、ここが膨らむ人がいるんですよ。ただ膨らみたいんで、そんな気になったことないですよね。ない。これ言って言って、結構腕が細くなると、ここがキュッとなると、ちょっとはみ出て出るところなんで、この方の場合はないんですけど、腹乳とか気になる方結構ね、そういった方は一緒に取ることが多いので、二の腕脂肪筋と一緒にやることが多いので、ここでここですね、ここが筋肉とかあるんで、そういうところを一緒に気になってたらやるのはいいかなと思いますね。ダウンタイムなんですけど、顔よりは全然きついんで、腫れない出血2週間、あと痛いもの10日ぐらい、あと公式出ましたね。それが結構二の腕もボコボコするので、ちょっと大変だなっていうところと、あと傷跡がちょっと長いんですよ。半年で治る人もいれば1年ぐらいかかる人で、よく見ると残る人もいますし、半分ぐらい。あとはさっき言った筋肉のところですけど、こうやるとちょっとカリカリすると出るので、そこ嫌な人はちょっと無難にやってもいいかなと思うのと、後で気になったらボトックスとかで筋肉が見れるので、そういったところで配慮したらいいかなと思いますね。ぐらいかな。あといろいろ色素沈着が出ることあるんですけど、それも治っていくので、そんなに気にならなくていいかなと思いますね。なんかここまででわからないこととかあります？特に大丈夫ですか？じゃあ今回カウンセリングから当日まだ施術なので、今日やる感じでいきましょうか。よろしくお願いします。次にマーキング風景です。今回二の腕と肩の脂肪筋やっていくんですけど、23歳女性の肩の脂肪筋を行っていくんですけど、なんかやろうと思ったきっかけあります？ここがノースリーブとかキャミソール着るとすごいなんかがっちり見えるのが気になります。OK です。
まあ結構全体的に細身の方なんですけど、ちょっとここだけねつきやすいのかなと思うので、骨格的にこの肩の張り出しがちょっと強く出ちゃう人いるので、そういった方に脂肪筋めちゃくちゃ相性いいので、そこをしっかりがっつり取っていく感じですね。ここで受けようと思ったら理由とかあります？インスタの症例写真がすごいです。あるぜひ、多分本当に綺麗にできると思うので、ぜひ症例写真として活用させていただけると思う。綺麗な腕にできるかなと思います。ちょっと後ろに見てもらっていいですか？結構細身なんですけど、ちょっとここ盛り上がりがちょっとわかるかなと思うんですけど、ここをしっかり取る感じですね。で、細身の方でここだけちょっとふっくらされてる方はめちゃくちゃ脂肪筋に綺麗にできるので、本当にこういう方は脂肪筋と相性いいと思うので、ぜひ、どうしてもダイエットでやって落ちない人はここだけきれいに削ってあげてきれいなラインにするっていうのがいいですね。じゃあちょっと結構あれですよね、お家遠いですもんね。遠いです。あんまないんですかね、向こうの東海地方。あんまりないですね。そうか。結構県外、東京以外から来てくれる方多いんですけど、今日はあれですか、すぐ帰られるんですか？すぐ帰ります。2秒でぐらいだったらね、すぐやって帰れると思うので、あんまり気にせず遠くから来てもらったらいいかなと思いますね。じゃあちょっとマーキングしていきますね。二の腕、顔はやったことありますもんね。顔はあります。ボディは初めてですよね。ちょっとダウンタイムきついので、そこだけ大変ですけど。お仕事って何関係ですか？マッサージ系。そっか。じゃあちょっと痛いかもしれないですね。そうですよね。明日休みですか？1ヶ月ぐらい休み。そうなんだ。そうですね。脂肪筋の日だったら、2、3日ぐらいだって大丈夫だと思うんですけど、ちょうどよかったですね。こんな感じで、マーキングをやっていきますね。そして施術に移ります。一部施術でグロテスクなシーンがあるので、苦手な方はスキップしてください。次は術直後の状態ですね。今二の腕施術終わった直後なんですけど、どれぐらい経ったか2時間ぐらい、1時間ぐらいかな、2時間経たないぐらいなんですけど、だいぶもう冷めました？全然冷めてます。どうです動かして？痛い。すでに痛い。結構ね、細身の方で、脂肪量自体はそんなに400取れてないぐらいなんですけど、ただ細いので、ちょっと取るだけでも、ポイント押さえて取るだけでかなり変わるかなと思います。だから結構痛いですよね。左の方が全然痛くて。左の方が痛いんだ。右は大丈夫？右は割とこの辺まで動くんですけど、こっからが。本当ですか。なるほど。明日の方が多分ちょっと痛いと思うんで、頑張っていただいて。ここまで上がんない。どんな感じの痛みです？筋肉痛かなって思ってたんですけど、全然それより痛い。そうか。すでにこの時点で痛いということは結構明日大変かなと思うので、ぜひ頑張ってください。ぼーっとする感じもないですか？ないです。本当。じゃあすんなりと。今日どうやって帰られるんですか？新幹線か。OK です。じゃあ大丈夫です。こうやって二の腕ぐらいだったらすぐ帰れるんで、県外から来てくれる方も、県外って言わないかな、東京以外からも来てくれる方はいるんですけど、二の腕ぐらいだったらそのまま帰ってくださって大丈夫なんでね。じゃあそれでちょっと明日頑張ってください。さあ、ここからダウンタイム経過を詳細に紹介していってもらいます。手術から1日目の朝です。右手は結構動かしやすくて、この辺まで動くんですけど、左が本当にもう動かなくて、ここが限界です。左はもうここまでしか上がらないのと、むくみが多分すごく出ていて、もうこの辺手の甲まですごくむくんでいます。この辺の腕もめちゃくちゃむくみが出ています。痛みもまだすごくあって、夜も何回か起きるぐらい痛いのと、吸引した部分の背中、多分刺したこの背中のところがすごく痛くて、寝転がるのも結構痛いって感じです。お風呂は多分一人じゃ無理かなといった感じです。手術1日目の夜です。さっき着圧を外してみたんですけど、やっぱ脱ぐのも一人じゃ難しいぐらいちょっと痛いんですけど、着圧外したらこの辺まで左手も全然上がるようになって、右手はもうここまで上がります。内出血も思ったより出てなくて、薄めの紫、全体的に薄めの紫色っていう感じです。腫れとむくみはまだ全然出てるので、手の甲も全然むくんでます。お風呂は多分一人で頭洗うのは1日目の夜は難しいかなって感じです。頭を触れるので頑張れば一人でもできるかもしれないです。ここ
とここの傷口にパッドみたいなのを敷いてたんですけど、全く血も漏れてなくて、全然血は出てない感じです。2日目の朝です。動画撮るために着圧を外したんですけど、めちゃくちゃ痛かったです。内出血はちょっと黄色っぽい感じが出てきていて、むくみがすごいです。手と手首のむくみがめちゃくちゃ出てます。昨日もずっと痛くて、痛み止めは本当に6時間に1回は飲まないと辛いぐらいまだ全然痛いのと、傷口のかゆみがすごく出ていて、でも着圧をつけてると書くこともできないので、それがすごい辛かったです。お風呂は昨日なんとか一人で頭洗えるぐらいは大丈夫だったんですけど、朝だからか今日の方がしんどい気がします。左腕はこの辺まで上げれて、右腕もこの辺まで上げれます。まだ全然しんどくて、事務職ならこれぐらいのパソコン作業はできるかなって感じなんですけど、着圧をずっとつけてたら多分事務職もしんどいかなって感じです。取ったら結構楽になるんですけど、まだつけていなきゃいけない感じなので、またこの後着圧つけてきます。手術2日目の夜です。内出血が肩と腕、そんなに朝の時と変わってない感じで出てます。腕を閉じた時になんかもうすでにちょっとまっすぐになってるような気もします。まだでも全然腫れがあるので、まだ術前よりもちょっと太い感じがします。手も全然むくんでます。左がちょっと上がるようになって、右も全然上がってます。着圧を外せば日常生活に支障がないぐらいには動けるんじゃないかなと思います。3日目の朝です。まだ起きたばっかりなので、むくみがすごく出ていて、腕が全然上がらなくなってます。この圧迫着を着ているとそもそも全然動けないんですけど、朝はやっぱり特に夜に比べるとむくみと痛みが強い感じがします。手のむくみが多分今日3日目の朝一番出てる感じがして、この辺がもう腫れすぎてて押すと痛いぐらいむくんでいて、体重も2キロぐらい増えてます。この圧迫着が本当に苦しくて、多分普段痛みがない状態でこれをつけるのも大変なぐらい苦しいので、この圧迫着が本当に一番辛いです。3日目の夜です。内出血がかなり黄色っぽい感じに変わってきました。こう見るとやっぱり左の方がすごく内出血が出ている感じがします。腕はもうこの辺まで上げれるようになりました。こっちもこっちもだいぶ上がります。まだでも上下後ろに動かすのが結構辛くて、髪の毛をこうやってくくったりするのがまだできないぐらい痛いです。腫れとむくみも全然引いてなくて、まだどっちも腫れていて、むくみは本当にすごいずっとむくんでます。痛みはだいぶ引いてきてるので、触ってもそんなに最初の頃ほど痛くない感じになってきてます。4日目の朝です。内出血も腫れも昨日とまだ変わってないです。黄色っぽい内出血がどっちの腕にも出てきてます。痛みもまだ全然変わってないです。昨日から。むくみは若干手首のむくみが引いてきたかなって感じではあるんですけど、まだ全然むくみも出てきてます。腕閉じた時にちょっとストレートなまっすぐなラインは出てるんですけど、腫れのせいですごいまだ太い感じはします。後ろから見るともうちょっと細くなってます。腕はこの辺まで、朝なんですけど、まあまあ上がります。この辺まで上がるので、全然動けます。でもまだ痛みは結構あるので、あんまり無理な動きをすると痛いので、まだ安静にしてた方が良さそうです。4日目の夜です。内出血はこんな感じです。まだ全然内出血は消える気配がないです。右はだいぶ薄くなってきてます。腕が今もうこの辺まで両腕上がるので、だいぶ動くようになってきてます。むくみも圧迫着を脱いだ後の方がすごいスッキリするような気がし
て、今はちょっとむくみが落ち着いてきてはいるんですけど、体重は3キロぐらい増えたままでした。多分また圧迫着を着て寝て起きるとむくんでるんじゃないかなって感じはします。痛みなんですけど、筋肉痛っぽい痛みもあるんですけど、ここの傷跡が痛くて、傷を引っ張られるような痛み、皮膚が伸びる感じの痛みもあります。でも1日目とかに比べると全然4日目はマシになったなって感じがします。5日目朝です。昨日良くなってたむくみがまた出てきてしまっていて、手首がもうパツパツにむくんでいます。腕は結構どっちの手ももう問題なく上がるかなって感じです。重いものを持つのはちょっと痛いんですけど、全然他は問題なく動けています。一番辛いのがこの圧迫着をもうずっとつけてるっていうのが一番辛いですね。あとむくみと圧迫着が本当に辛いです。昨日の夜もかゆいんですけど、圧迫着つけてると動きづらいので書くことができないので、本当に昨日辛かったです。5日経ってちょっとずつ多分回復してきてはいるので、むくみとかももう少ししたら引いてくるかなって感じがします。5日目の夜です。左腕はまだかなりこの辺に黄色みが出ています。右腕は左に比べるとだいぶマシになってきてて、下の方まで黄色い内出血が降りてきてます。右はこの辺まで上げれます。左も右よりは上がらないんですけど、この辺まで上げれます。こっちの上下よりもやっぱりこの前後の動きの方が痛みがあるので、上下は問題なく動かせます。むくみもやっぱ夜になるとすごく引いていて、朝パンパンだった手も今は普通ぐらい、まだむくみはあるんですけど、朝に比べると戻ってきていて、手だけじゃなくて首とか顔とかにもむくみが出てます。夜は落ち着いてくるんですけど、朝は顔も首もパンパンになります。6日目の朝です。内出血は肩のところにあった紫のものが少しずつ薄くなってきてます。まだこの辺の黄色は変わってないです。右はもうほとんど薄い黄色みたいな感じになってます。腕は両方ともこの辺までは上がります。まだやっぱり髪の毛を後ろで縛るのができないので、髪の毛長い人はちょっと大変かもしれないです。腫れとむくみは変わらず残っていて、かゆみがさらに増していて、圧迫着を着るとここの肩の脇あたりがすごくかゆくて、3時間おきぐらいに夜起きてしまうぐらいかゆいです。今日はこれから抜歯に行きます。抜歯前の傷口がこんな感じです。次はダウンタイム1週間後の抜歯の風景ですね。ニノで脂肪吸引の1週間のダウンタイムでずっと抜歯していくんで、今痛いですよね。ちょっと痛いですよね。でも大体1週間前後で抜歯することが多いんですけど、この経過だと腫れの結構そんなに出てないので、もともと細い方だったんで、術後のその色ムラとかそういうのは気にならないかなと思うので、経過としてはいい感じかなと思いますね。傷のところがちょっと痛いかもしれないです。ごめんなさい。痛い？大丈夫。怖いですよね。怖いです。糸切るだけなんで大丈夫ですけど、ちょっと痛いかもしれない。肘のところと痛い。ごめんなさい。こんな2箇所やってるので、そこを切っていく感じですね。大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっと腕動かせますか？だいぶいい感じですね。まあこの感じで、ごめんなさい、痛い。結構こう今かなり溜まってというか腫れがあるんですけど、ここから硬くなってくるんで、ダウンタイム経過ちょっとしっかり見てもらったらなと思いますね。大丈夫そうですか？大丈夫。じゃあまたお待ちしてます。また改めて二の腕脂肪吸引1週間なんですけど、ちょっと1週間の経過、送ってくれてるんで、その動画見ていただければ、結構リアルな感じで送っていただいてありがとうございます。ちょっとこう動かしてみてください。今だいぶ最初よりマシになった。
最初よりは全然動きます、どっちが動かしづらいとかあります？左の方がもう全然動かしづらくて、右は結構この辺までいけます。なるほど、そうです。ありがとうございます。で、結構その左右差とかかなりダウンタイムの経過は個人差と左右差とかいろいろ全部同じ感じで出るわけではないので、そこはちょっと注意してもらったらいいかなと思いますね。なので、どうだろうな、どっちが出やすいとか特にないんですけど、ちょっと今回だと左の方が痛みもちょっとこっちの方が強いですね。全然痛い。なんだろうな、ちょっと理由は同じ感じでやってるんですけどね、どうしてもちょっと左右差が出るときはありますね。結構むくんなんですよね。すっごいむくみます。それいつぐらいからですか？直後か？直後、次の日の朝にはパンパンになりました。顔もなんかむくんでるなって感じ。なるほど、そうですね。結構そのむくみ、あと手のこっちまで出たんですよね。この辺がもう本当にすごかった。で、結構手の方にむくみとか腫れが出る方いるんですけど、結構1週間に引いてるんで、ひどい人だと1週間でも結構パンパンな人いるんですけど、ダウンタイム経過としてはかなり軽い方か、軽くはないですけど、普通ぐらいかなと思いますね。結構そのダウンタイム結構きついと思うので、そこはちょっと理解していただいて受けてもらったらいいかなと思いますね。あとはちょっと見える、ちょっとこっち向いていただいて、動画とか撮ってもらってるんですけど、この黄色みですね、これはやっぱりどうしても腫れ内出血、こことかも出てるんですけど、筋肉も取ってるので、こういう感じはやっぱり出ます。どうしても出るので、これが大体2週間ぐらいかな、10日から2週間ぐらいで落ち着いていく感じですね。最初よりは良くなってきてます。全然マシになってきてます。なんであと1週間ぐらいで、長いと3週間ぐらいで黄色み続くことあるんですけど、心配ないと思います。かゆみとかあります？すごいかゆい。かゆい。どんな感じですか？もう本当に。圧迫のやつ着ると、脇あたりが多分すごいきつくて、擦れてかゆい。そっちのかゆい。なるほど、OK です。ちょっとこの黄色みの原因になるのが、かゆみを起こす物質、その赤血球のヘモグロビンっていうのが壊れた時に出るものがちょっとかゆみを誘発する成分が入ってるので、ちょっと腫れ内出血があるうちはちょっとかゆみが出るんですけど、落ち着いたらなくなるので、ここは大丈夫かなと思いますけどね。あとは何かありました？後ろが本当にきつくて、そうですよね。髪の毛も結べないし、ヘアセットも何もできないから結構大変。そうですよね。なんで、ちょっと大事な予定がある人はちょっと開けて受けることをお勧めしますね。結構あれですもんね、休みあるんですすごい休んでる。かなりこっち来て、今フジナチュレルにいるんですけど、フジナチュレル受けてくれる人、みんな休み1ヶ月とか取ってる人、天性もそうですけど、今月受けてくれる人は休みをかなり多く取ってくれてる人が多いので、1ヶ月あればね、かなり楽にはなるかなと。大体2週間ぐらいでほぼ気にはならなくなるんですけど、でここから硬くなってくるので、ちょっとボコボコして大丈夫かなと不安になってくると思うので、ぜひマッサージとかこういう動きやっていただければと思いますね。ぐらいかな。他は大丈夫そうですか？大丈夫。そしてここからダウンタイム1週間後経過のまた毎日の経過を紹介していってもらいます。6日目の夜です。内出血は朝とあんまり変わってないです。全体的に黄色です。腕も両方ともこの辺まで上がります。まだ後ろのこっちの動きは今でもちょっと痛いです。今日は抜歯をしに病院に行ってきました。傷口はこんな感じです。抜歯はちょっとだけ痛かったです。傷口にかゆみが出てるんですけど、あんまりかいたりすると傷跡が残りやすくなるみたいです。むくみはかなり夜になってすごい引いてきていて、今日が多分一番むくみが引いたと思います。もうピークは超えてると思うので、明日からむくみが減ってくるかと思います。7日目の夜です。内出血がかなり引いてきて、あんまり右手はもう気にならないぐらい引いてきています。腕も変わらずこの辺りまで上げれます。まだ後ろのこっちの動きは変わらず痛いです。触ってみるとまだ柔らかい感じがするので、拘縮は始まってなさそうです。触るとまだ痛みはあるので、マッサージとかはまだできないかなっていう感じです。8日目の夜です。内出血はかなり落ち着いてきていて、腫れもだいぶ落ち着いてます。もう腕を下ろした時にここの一番気になってた肩の張り出しがだいぶなくなってきていて、直角っぽい形になってきています。腕は変わらずこの辺りが限界で、
痛みはまだ結構あります。8日目はすごいかゆみが辛くて、この辺がすごいかゆいんですけど、皮膚が麻痺してる感覚があって、あんまりかいてもかゆみが収まらないのが結構辛いです。9日目の夜です。内出血はかなり引いてきています。右手はほとんど気にならないぐらい引いてきてます。痛みは変わらず痛いので、この辺までがまだ限界です。今日はずっとここの後ろの傷口がずっと痛くてヒリヒリしてました。かゆみはだいぶ引いてきていて、まだ触ると柔らかいので、多分拘縮は始まってないのかなっていう感じです。10日目の夜です。内出血はかなり引いてきていて、右腕はもうほとんど気にならないぐらい内出血が引いてます。腕は両方とも、左腕が上げにくかったのがだんだん治ってきて同じぐらい上がるようになってます。まだこっちの後ろの動きは痛くて、髪の毛縛ったりはまだできないです。触るとすごく痛みがあって、麻痺と痛みがあるので、まだマッサージとかはできそうにないんですけど、ちょっと硬いところも出てきてるので、もしかしたら拘縮が始まってるかもしれないです。痛みは初日に比べると少しずつ減ってきてはいるんですけど、術前に比べるとやっぱりまだ全然痛みがあるので、完全に痛みが引くのにはもうちょっと時間がかかるかなっていう感じです。11日目の夜です。内出血はここだけになってます。右は少し全体的にこの辺りがまだ黄色いです。腕は両方ともここまで上がります。これ以上上げるとこの辺がなんか突っ張る感じが、ここが突っ張ってて上がらないです。伸ばした時に触るとなんか硬いので、多分拘縮が始まってます。今日は術後初めて車の運転をしたんですけど、全然大丈夫でした。ここら辺のシートベルトを締める時とかの動きがちょっと痛いかもしれないです。でも触るとまだ痛みは結構あるのと、力を入れるとまだ結構痛みはあります。12日目の夜です。内出血はほとんど消えてきています。この辺が全体的に黄色かったのもだいぶ落ち着いてきていて、もう普通に全然気にならないぐらい色味が引いてきています。腕は片方ずつ上げると両方ともだいぶ上まで上げれるんですけど、両腕で上げるとここが突っ張るので、この辺りまでしか上がらないです。まだこっちの後ろの動きも痛くて、こうやって髪の毛もまだ縛れないぐらい痛いです。腕はこの内側の拘縮が多分始まってきていて、外はちょっと柔らかいんですけど、この辺が硬くなり始めています。触るとまだ痛みは結構あります。ぶつかった時とかにかなり痛むので、マッサージもまだできない感じです。13日目の夜です。内出血はもうほとんど消えていて、気にならないぐらいになっています。腕は両方ともこの辺りまで上げれます。もともとここの振り袖があった部分の拘縮が始まっていて、ここが一番硬くなっています。もう硬くなってるところがあるので、マッサージを始めた方がいいみたいです。まだでも触ると結構痛みがあります。筋肉痛っぽい痛みと、皮膚が伸びる突っ張る感じの痛みがあります。15日目の夜です。腕は両方ともこの辺りまで上がります。腕を下ろした時にここがかなりまっすぐになっているのと、腕を伸ばした時にここにすごい振り袖の肉が垂れてたんですけど、ほぼまっすぐになっています。拘縮はもう全体的に始まっていて、腕をねじるとここがすごいボコボコと浮き上がってきています。ここが筋肉が出てきています。まだ押すと結構痛みはあるんですけど、少しずつだいぶ元に戻ってきています。まだでもかなり痛みはあるので、優しくマッサージしていこうと思います。16日目の夜です。腕は両方こ
こまで上がります。傷口はこことここの2箇所にあって、そこまで両方とも目立たないです。拘縮がすごく始まっているので、このあたりも全体的に全部硬くなってきてます。自分でマッサージしてはいるんですけど、なかなか良くならないので、そろそろインディバとかに行ってみようかなって思ってます。まだこういう後ろの動きがまだかなり痛むので、髪の毛もここまでしかいかないので縛ることができないのが一番今大変です。17日目の夜です。腕はこの辺りまで上げれます。これ以上上に行くとやっぱりここがかなり突っ張る感じがして引っ張られる感じで上がらないです。こっちの動きよりもこの前にこういう動きの方が辛くて、前に伸ばした時もここが付け根の部分、ここがかなり突っ張っていて、すごい触ると硬くなっています。触った時の痛みは少しずつ減ってはいるんですけど、まだ全然押すと痛みはあります。傷跡もこんな感じで全然気にならないぐらい塞がってます。18日目の夜です。腕は両方ここまで上がります。傷跡もかなり薄くなってきていて、こっちの手はもうかさぶたが取れたのでだいぶ治りかけてます。腕をねじるとこの辺がボコボコ拘縮が盛り上がってます。押すと結構まだ痛みがあって、マッサージしててもかなり痛いです。服を脱いだり着たりするのがすごく痛くて、きつめの服とか着るときにすごく時間がかかります。19日目の夜です。腕は両方この辺りまで上げれます。横から見た時にかなりここのラインが細くなった感じがします。振り袖の肉もここが垂れてたのがすごいまっすぐになってます。まだ押すと痛みは結構あります。痛みは2週間経ったぐらいからあんまり変わらずずっと痛い感じです。少しずつ良くはなってるんですけど、まだ全然痛いです。20日目の夜です。腕はここまで上がります。少しずつ腕が上がるようになってきています。押した時の痛みも徐々に減ってきていて、今はマッサージしてもそこまですごい痛いわけではなくなってきています。この辺がダウンタイム中ずっと痒かったんですけど、その痒みももう今はほぼなくて、あとは拘縮だけっていう感じになってます。もう横から見た時も前から見た時も全然見てわかるぐらい細くなっています。22日目の夜です。腕はこの辺りまで上がります。ようやく髪の毛を一人で縛れるぐらい腕が動くようになってます。傷跡もかなり薄くなってきています。押した時の痛みもだんだん減ってきていて、横向きで寝るのも全然痛くなくなりました。あとは本当に拘縮がなくなればもうダウンタイムが終わるかなってぐらい痛くなくなってきています。23日目の夜です。腕はここまでかなり上げれるようになりました。伸ばした時にここの振り袖が両方ともすごくまっすぐになっています。手を下ろした時もここが直角に近づいてきていて、横から見た時もかなりここがなくなったことでだいぶ細くなってます。押した時の痛みもだいぶ減ってきていて、あとは本当に突っ張り感ぐらいが気になる感じです。今日は術後初めて仕事に行ったんですけど、マッサージ系のお仕事でも意外と力も入れれたので全然大丈夫でした。まだでもこういう前後の動きが結構辛いので完全に治ったわけではないんですけど、マッサージの仕事ができるぐらい治ってきています。24日目の夜です。腕は両方この辺りまで上がります。傷跡もだいぶ薄くなってきています。触った時の痛みも減ってきていて、触った時になんか硬かったのが柔らかくなってきて、すごいボコボコ感が分かりやすくなってきています。
2週間過ぎたぐらいからはそんなに劇的な変化は毎日なくて、少しずつ回復してるなっていう感じです。朝起きた時が一番この辺りの突っ張り感がすごくて、夜になってくるとだんだんマシになってきます。25日目の夜です。腕はこの辺りまで上がります。傷跡も昨日からそんなに変化はないです。徐々に薄くなってきています。押した時の痛みはまだ変わらずあって、ぶつかったりした時も痛いです。あとこうやって伸ばした時も突っ張り感、この傷口のあたりの突っ張り感とこの辺の麻痺はなかなか治らないです。こうやって伸ばした時にもうここの肘の骨よりもこの辺が細くなってます。20日ぐらい経ったあたりから他の人が見ても気づくぐらい細くなってきています。26日目の夜です。腕はここまで上がります。片方ずつだともう一番上まで上げれます。傷跡はここの付け根のところはほとんど気にならないぐらい薄くなってきています。肘はまだちょっと赤みと跡があります。押した時の痛みは変わらずまだ痛いのと、拘縮はどんどん硬さがなくなってきて、だいぶ押すと柔らかい感じがします。もうすぐで1ヶ月経つんですけど、もうすでにかなり完成形ぐらい細くなってる感じがします。もう全然これで大満足なぐらいかなり細くなっています。27日目の夜です。腕はここまで上がります。上げた時の突っ張り感もだんだん治ってきてます。傷口は昨日からあまり変わってないです。右腕の方が少し跡が残っています。痛みは変わらず痛くて、結局インディバには1回も行ってないんですけど、27日経って全然見た目は変わってきています。インディバに行ったらもっと早くここまで変わるかもしれないです。横から見た時にかなりここがまっすぐになっていて、手術前に着ていたキャミソールとかがすごい綺麗にここが出ずに着こなせるようになってたので、かなり細くなってると思います。29日目の夜です。腕はここまで上がります。もうこの辺りの突っ張り感がかなり軽減されていて、動く範囲がだいぶ広がりました。傷跡もほとんどここは気にならなくなってきています。この辺りの麻痺してた感じもだんだん戻ってきています。痛みもだいぶ引いてきているので、もうほとんどあとここのボコつきぐらいしか気にならないので、ほぼダウンタイムが終わってきています。30日目の夜です。腕はここまで上がります。傷口はここがほとんど治ってきていて、こっちが少し跡が残っています。こっちも脇のところはほとんど見えなくて、肘が少し傷跡が残っています。ここを押した時の痛みもだいぶ治ってきていて、柔らかくなってきているので、拘縮もほとんど治ってきています。横から見た時もかなりもう細くなってきていて、正面もだいぶ細くなっています。ここのねじった時に出てくるボコボコが拘縮じゃなくて筋肉みたいなので、ボトックスを打つと良くなるみたいです。次に1ヶ月後経過を紹介します。今回は二の腕の脂肪吸引を受けていただいて、1ヶ月ですね。経過は毎日取ってくれてたんでありがとうございます。大体ダウンタイムとしては腫れない出血がどれぐらい出ましたっけ？いや、1週間ぐらい。1週間ぐらい。あ、本当ですか。結構早めだったかなと思うんですけど、痛みも痛みは鈍い痛みはずっと続いてて、今もありますよね。そうです、で今1ヶ月だったらやっぱり拘縮がピークで、ちょっと後ろごめんなさい、ここはねまだ硬いので、この硬い部分がなくなるともっとすっきりする感じ。ちょっとなんかこう見た時に若干盛り上がりあるかなと思うんですけど、ここはね拘縮の部分なんで、ぜひこうちょっと触ってあげてマッサージしてあげるといいかなと思いますね。傷跡もなんか結構綺麗に治りそうですね。そうですね。若干色々あるの分かりますかこれ？そうこれねあんまこするとちょっと悪化するんですよ。なんで、大体この感じだと3から6ヶ月で治ると思うんで、ちょっと保湿だけしていただければと思います。
思いますね。なので、脂肪筋ちょっと色素沈着、色ムラが出るときあるんですけど、早い人で3ヶ月で、ちょっと遅いと半年以上、1年ぐらいかかる人もいるんですけどね、だんだん遅くなるので、そこだけちょっと経過がで、なんか、タバコ吸う人の周りとかいると、ちょっと、あれなんですよ、濃くなったりする人、そうそうそう、ちょっと気をつけてもらったらいいかなと思いますね。ありますこの1ヶ月間の変化というか。もうずっと細かったです。そうかね、まあでも最初から細かったから、なんか細い人にやっていけるとね、かなり綺麗になると思うんでね。で、まだ拘縮あってあれなんですけど、ここからより細くなるので、ぜひ3ヶ月ね、脂肪楽しみにしていただければと思いますね。で、ちょっとあれですね、こうやった時のボコとか。こうで、ただね、これね、拘縮でもある、拘縮でこことか、ここはすごいだと思うんで、もうちょっと滑らかにはなると思うんで、でやっぱこうやった時の、この、なんていうのかな、筋肉のラインとかは、どうしても出る時は出るんで、ここと、ここは出ると思うんで、ちょっとで、女性の方だと筋肉がポコポコする人はいるんで、まあでも硬いところが出てるから、まあでも、もっと滑らかになると思います。この時期だと拘縮によってこう、グッてやったら、多分こっちも出てますよね、こうやった時。あ、そう。そう、これ。ちょっと出てます。これ、ここ結構気にされる方多いんですけど、これも全部公式なので治ってくるので、ちょっと経過見てもらったらいいかなと思いますね。1ヶ月間ダウンタイム詳細送ってもらってるんで、ぜひ、すごい参考になると思うので、今後、脂肪筋受ける方参考にしてもらったらいいかなと思いますね。なんか、アドバイスありますか？これから受けようと思ってる人に。すごいずっと悩みだったので、悩んでたらやってみてもいいかもしれないなって思います。なるほど。そうですね。なんか比較的脂肪筋の中でもリスクが少なめなのが二の腕なので、悩んでたらカウンセリング来てもらったりして、適用があったらやってもいいかなとは思いますね。ただリスクもあるのでね、そういうのをしっかり分かった上で受けてもらうかと、とてもいいかなと思いますね。じゃあまた3ヶ月後、6ヶ月後、お願いします。お願いします。最後にビフォーアフターです。1ヶ月後ではまだ拘縮といって硬い反応がピークなので、少しボコボコしている感じはありますが、細くなっているのは実感できるかなと思いますね。はい。ということで今回は23歳女性の二の腕の脂肪吸引のダウンタイム1ヶ月後経過までを詳細に解説していきました。ぜひ二の腕脂肪吸引考えている方は参考にしてください。今後も脂肪吸引、豊胸に関する動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。